もし死後1ヶ月経ってもまるで生きているかのような遺体があったとしたら、遡ることおよそ64年前の1958年1月28日、イギリスハートフォードシャーが今回の舞台。この非番だった空軍兵ヒュー・シモンズは街から数キロ離れた田舎道で犬の散歩をしていました。今日はあったかいな、お前もそう思うだろう。この年の冬は例年と比べて温暖な気候で、シモンズも穏やかな気持ちで休日を過ごしていたんです。しかし突然、愛犬のリップが激しく吠え始めます。おい、どうしたって言うんだ。そのまま林の中へ走っていくリップをシモンズは追いかけました。すると次の瞬間、彼はとんでもないものを発見してしまうんです。あれはなんだ、まさか死んでる。林の茂みでシモンズが発見したのは少女の遺体。しかし不思議なことに、少女がまるでさっきまで生きていたかのように、遺体は至って綺麗な状態だったんです。なぜならその遺体は一切腐敗せずに凍っていたから。穏やかな冬晴れの日に凍った状態で発見された少女の遺体。冷凍設備の普及していないこの時代に遺体を凍らせた犯人は一体何者なのか。そこにあったのはイギリス国民の嘲笑の的となった間抜けな完全犯罪だったんです。おざす。バイオレット・エヴァーガーデンの映画見たらぶっちゃけめっちゃ泣いたわ。ケンちゃんです。あなたの心をトゥルットゥルに溶かしてあげる。バイオレット・エヴァーガーデンです。闇闇子です。本日ご紹介するのはイギリスの未解決事件、ディープフリーズ事件についてなんです。ディープフリーズ。遺体がですね、当時としてはありえない状況で見つかったんで、これどういうことみたいな視点でね、話題になったんですけど、そもそもまずなんでね、そのようなことが起こってしまったのか、被害者の少女が事件に巻き込まれたきっかけのところから見ていきたいと思います。消えた少女の謎。遡ることおよそ64年前の1957年12月30日、舞台はイギリスハートフォードシャーのマーシャルズヒースという、言いづれえな、マーシャルズヒースなという町。この日の午後6時、ダンスレッスンを終えた少女が一人、バス停から自宅までの帰路についていました。少女の名前はアン・ノブレット。短めに整えられたパーマが特徴のお嬢様らしい気品を覗かせる少女でした。彼女は13歳から4年間スイスの寄宿学校に在籍しており、イギリスへは17歳を迎えたこの年に帰ってきたばかりでした。持ち前のおおらかな性格で、イギリスでの人間関係も至ってうまくいっていたんです。バス停で友人と別れの挨拶を交わすアン。そこから自宅まではわずか400メートルでした。しかしこの400メートルの間に予想外の事態が彼女を襲うんです。400メートルって目と鼻の先じゃないの？そんな短い距離で何が起こるっていうのよ。だからこそ不可解なんです。この後ね、アンの身に一体何が起こってしまったんでしょうか。友人との楽しいひとときに満足げな様子で帰路に着いたアン。この時スクーターでアンとすれ違った地元民シャーリー・エドワーズはその様子を微笑ましく見ていました。彼女が生前のアンの最後の目撃者になるとは知りもせずに、その日の晩アンが自宅に戻ってくることはありませんでした。寄り道などをめったにしないアンを心配した両親はすぐに捜索願いを出し、警察も即座に捜査を開始。捜査は数日間にもわたって行われ、警察と地元のボランティアを合わせて約1000人が動員される騒ぎになりました。しかしそれだけの人数をもってしてもアンの消息は一切つかめなかったんです。バス停から家まで400メートルしかないのに、その短い間にアンの身に何かが起こったってわけ？ほんとね、わけわかんないですよね。そしてこの後アンは意外な場所で、そしてしかもめちゃくちゃなね、状態でね、発見されてしまうんです。奇妙な遺体。アンが行方不明になってから約1ヶ月後の1958年1月28日、彼女の地元マーシャルズヒースから8キロ離れた田舎道で飼い犬の散歩をする男の姿がありました。彼はイギリス空軍に所属するヒュー・シモンズ。この日彼は非番で休日のひとときを愛犬のリップと共に過ごしていたんです。今日は暖かいな、お前もそう思うだろう。この年の冬は例年と比べて暖かく、シモンズも穏やかな気持ちで休日を堪能していました。しかしそんなのどかな雰囲気とは裏腹に、愛犬のリップが激しく吠え始めるんです。おい、どうしたんだ急に。リップは道をそれて数百メートル進んだ林の中に走っていきました。慌ててその後を追いかけるシモンズ。なんだあれは。必死に何かを訴えようと吠え続けるリップ。そして次の瞬間、シモンズは信じられない事態に直面するんです。死んでる。そう、シモンズが発見したのは1ヶ月前にいなくなったアンの遺体でした。そしてこの時のアンの遺体には明らかに不自然な点があったんです。先ほども説明したように、彼女は1ヶ月前に姿を消しているんです。それにもかかわらず発見された遺体は一切腐敗していなかったんです。アンがね、このような状態で発見されたっていうのは死後変化という観点からすると不自然なんです。死後変化というわけで本日のメトラキーワード、死後変化について。
死後変化とは人間や動物が死んだ後に示す現象の総称で死体現象とも呼ばれています。人は亡くなると腸内細菌の増殖、胃酸や消化液による内臓の融解によって2日から4日ほどで腐敗し始めるんです。アンが消息を絶ったのは遺体の発見から約1ヶ月前のこと。何も処置をしなければ数日で遺体の腐敗が始まることを考えると、腐りもせずに発見されたことは非常に不可解でした。遺体ってそんな早く腐敗しちゃうものなの？ちょっとね意外ですよね、うん葬儀とかね僕もおじいちゃんのこと行ったことあるんですけど、うんそういったところではね実はこうドライアイスだったりを使って進行をね遅らせていたんですよ。だから当時としてはそんなもんないんでね、一体どうやったんだろうって。アンの遺体が発見されると、この事件はイギリス史上最も理解不能な殺人事件として全国的に報道されるんです。第一発見者のヒュー・シモンズはそんな新聞の一面を見ながらため息をついていました。まさか自分が遺体を見つけてしまうなんて。実際に殺された人間など一度も見たことがなかったシモンズは連日事件が報道されるたびにトラウマを呼び起こされ頭を抱えていたんです。その時シモンズの部屋の電話が鳴り響きます。またか。憂鬱な表情で受話器を取るシモンズ。すると電話の向こうからは、おい、17歳の少女は本当はお前が殺したんだろ。お前を殺しに行ってやるからな。待ってろよ。報道によって実名をさらされたシモンズは個人情報を特定され、彼の自宅にはいたずら電話が相次いでいたんです。シモンズは事件からしばらくの間、こうした脅迫に怯え、ベッドの下に常にショットガンを隠して眠る夜を過ごしていました。こうした心ない者たちによるいたずらはシモンズだけではなく、アンの両親にも及んでいたというんです。アンの両親なんてさ、ただでさえ心が弱ってる時よ。いたずらするなんてどんな神経してんのよ。こんなことする気もあったらね他のところに時間使えって感じですよ。そうよ。ところでねこの事件はですね遺体が腐敗していない点もね不可解なんですけど、実はこう犯人が行った隠蔽工作っていう観点から見ても不可解な点があったんです。隠蔽工作。アンの遺体が発見されると、彼女の失踪事件の謎は現場検証によって解決に近づくと思われていました。しかし現場を訪れた警察官はその場の異様な状況にさらに頭を悩ませることになったんです。犯人はマーシャルズヒースからここまで車で遺体を運んでいるはず。なのになぜ？アンの遺体が見つかった場所は車が走れる公道から300メートルも離れた林の中にもかかわらず、車道から現場までを人を引きずった痕跡が一切残っていなかったんです。引きずられた跡がないなら担いで運んだとしか。バカ言うんじゃないよ。誰が彼女を担いで運べるって言うんだ。警察官は犯人がアンを担いで運んだという事実を信じられずにいました。なぜならアンは体重が70キロあったから。これも失礼だけどな。70キロのもの体重を引きずらずに300メートルも運ぶってただものじゃないわ。頑張ればできなくなきにしもあらずですよ、結構こう体格良くないとね。そうよ。そしてこれ以外にもアンの遺体の不可解な点はまだまだ出てくるんです。現場の不可解な点はこれだけではありませんでした。なあ、彼女は確か町でも有数の金持ちの娘だったよな。はい。でも、この格好でお嬢様っていうのは、もう失礼だな、こいつら。アンは発見された際、失踪時に着ていたものと同じ服を身につけていました。しかし、服のボタンはちぐはぐにかけ違えられた状態。さらに、かけていたメガネも自分でかけたとは思えない不自然なかけ方になっていたんです。失踪した当日、アンはダンスレッスンに参加していたこともあり、そんなだらしない格好で出歩いていたはずはないんです。そして、現場に残された奇妙な点は、まだまだ出てきます。なんだって犯人はコインなんてばらまいてるんですかね。それは強盗の仕業じゃないってアピールだろうな。殺人事件じゃなくて事故死に見せかけようとしたんだ。犯人はアンを強姦の末殺害。その後彼女に服を着せ直す、私物を周辺にばらまくなど殺人事件であることをごまかす工作をいくつも行っていたんです。しかしアンの死因は窒息死で何者かに絞殺されたことは明らかでした。事件性を薄めようとしてたって無理があるんじゃないの？無理ですね。だってアン1ヶ月もいなくなってたしさ。まあね犯人はねそこまでこう冷静に考えられる状態ではなかったとも言えるんですよ。それってどういうこと？実はこの後アンの遺体の状態から犯人の犯行動機が浮かび上がってくるんです。不慮の未解決事件。アンの遺体には多数の謎が残されていたんですが、なんといっても一番引っかかるのは彼女の遺体が腐敗していなかったこと。アンはひょっとして遺棄される直前まで生きていたというのでしょうか。違うんです。この後行われた検視によってアンの遺体に隠された衝撃の事実が発覚するんです。
病理学者フランシス・キャンプス博士は自身の目を疑っていた。こんなことがあり得るのか。しかし彼女は1ヶ月前に確実に死んでいる。アンの死後行われた検視で彼女は失踪した12月30日にすでに死んでいたことが発覚。アンがその日に食べたものが消化されていない状態で胃の中から見つかったのだ。さらに死後変化の理屈で考えて何も処置をしなければ遺体は数日で腐敗し始める。それなのにアンの遺体は一切腐敗していない。なぜそんなことが可能だったのか。フランシス博士は当時としてはありえないある結論にたどり着いた。この少女の遺体は死んでから遺棄されるまでの間凍らされていたんだ。犯人1ヶ月もの間、あんを冷凍保存してたの？そうなんです。そしてこの後ね、犯人がなぜアンを凍らせたのか、そのことを示す新たな事実も発覚してくるんです。先ほどアンの死因は窒息死だったと言いました。アンは強姦の末に絞殺されたのだろうと。しかし彼女の遺体を調べると絞殺の跡は見つからなかったんです。おそらくアンは犯人から性的暴行を加えられた際に興奮から過呼吸に陥り、そのまま窒息死してしまったと考えられていたんです。実は犯人はアンを襲おうとは考えていたものの殺そうとは思っていなかったのではないでしょうか。そう考えると犯人の隠蔽工作にもそれぞれ説明がつくようにもなるんです。犯人は帰宅途中のアンを誘拐し強姦のみを行うつもりでした。ところが行為の最中、アンは突然死んでしまった。犯人にとっては予想外のアクシデント。焦った犯人はとっさの判断でアンの死を事故に見せかけるようにしたんです。アンの服のボタンが不自然に掛け違えられていたのは犯人が相当に取り乱していた可能性もあるんです。なるほどね。これ1ヶ月もさ、姿消しといて事件に見せかけるってどういうことって思ったけど、結局犯人が焦ってたのね。隠蔽工作もね、なんか意味わかんないし、犯人はそこまで頭が切れるわけではなかったとも言えますよね。でもね、そんな犯人がアンをどうやって凍らせたのか、そこだけがやっぱり気になる点でもあるんです。誘拐からすぐに遺体が発見されてしまっては簡単に足取りがついてしまう。犯人はそうした考えからアンを1ヶ月もの間冷凍保存。警察の捜査が落ち着いた頃を見計らって誘拐現場から8キロも離れた地点に遺体を遺棄したと考えられるんです。しかしとっさの判断でアンを凍らせるという行為自体、この時代のイギリスでは容易なことではありませんでした。冷凍庫が一般家庭に普及し始めるのは1960年代以降の話。ましてや人間一人を入れておける冷凍設備を所有している人など当時はほとんど存在していなかったんです。さらにもう一点、犯人は車で移動していたんですが、この時代は車もそれほど普及していませんでした。実際アンが誘拐された日に彼女の自宅付近で車を見かけたという情報は一切ないんです。当時は普及率が低かった冷凍庫と車、この2つの所有者に条件が限定されれば容疑者はすぐに絞り出せるのではないでしょうか。遺体凍らせちゃったことがさ、逆に自分の首絞めてんじゃないの？そうですよね。もうある程度ね、条件限られてくるんで、犯人探しやすいよねってことなんですけど、それが不思議と犯人がわからないんです。もちろん警察はハートフォードシャー州の冷凍庫や車の所有者をくまなく捜査しました。しかしその中には疑わしい人物など一人も出てこなかったんです。完全犯罪と程遠いずさんな隠蔽工作にもかかわらず犯人の足取りは何一つ分かりませんでした。以降64年間この事件に一切の解決の兆しは見られず、イギリス史上最も奇怪な未解決事件として語り継がれているんです。 DNA 鑑定ができるようになっても証拠の劣化が激しく、真相の究明は今でも不可能とされています。バス停から自宅までの間でアンをさらった人物は一体何者だったのでしょうか。ひょっとして彼女の顔見知りだったのではと僕は思います。自宅から目と鼻の先の距離でアンに騒がれてしまっては彼女をさらうことは不可能だったと思えるから。これはあくまで僕の一意見なんですが、メトラの皆さんはこの事件をどのように考察しますか？